人生でワーゲンに乗れるチャンスはもうこれしかないなと思って、なるほど。そこで結びつけちゃいました。ボーイズ&ウィルス TV、今日はどこからお届けしてるでしょうか。ご案内役の司でございます。よいしょ、出てまいりました。すごいですよこの車。さあ今日はここからお届けします。お名前は？山崎です。年齢は47歳。お仕事は？困った人を助ける仕事してます。ほう、面白そう。そしてお住まいは？栃木県の宇都宮餃子の町です。からいらしていただきました。ご家族構成は？犬1匹と妻1人、男の子3人で長男次男は出ちゃってるので、3人暮らし、三男と3人暮らししてます。そうでございます。そしてこちら崎山さん、車なんでしょうか？はい、これは1971年式のフォルクスワーゲンタイプ2、通称レイトバスってやつです。レイトバスでございます。ワーゲンバスのボーイズ&ウィズに登場いたしました。で、なんか椅子ついてましたよね。あれどういうことですか？あれはこの車を使って妻が移動美容室をやってます。ということでございます。今日はですね、非常に変わったタイプ2の移動式美容室を宇都宮から山崎さんとお届けします。お楽しみに。山崎さん、愛車遍歴を教えてください。19歳の時にフォルクスワーゲンの56年式タイプ1のオーバルっていうやつを買いました。おー、すごいですね。はい。24歳の時に日産のサニートラックショートを買いました。26歳の時に BMW の 318IS 購入しました。28歳の時にクライスラーのグランドボイジャー購入して家族とファミリーカーとして乗りました。32歳でスズキのジムニー現在も乗っています。35歳の時にアメリカントレーラーの T グローブというやつを購入してグランドボイジャーで引っ張って約10年間ほどキャンプに明け暮れました。40歳の時にトヨタのランドクルーザー80、これを乗ったんですが、もともと父親が1997年の時に新車で購入したやつをずっと乗っていたのを引き継ぎました。45歳でこのワーゲンのバスを購入させてもらいました。現在はスズキのジムニー、トヨタのランドクルーザー80、このバスを乗っています。山崎さん、なぜこの車にしたんでしょうか？妻が美容室を経営してまして、そちらで移動美容車を検討しました。で、その際にアメリカンスクールバス、あちらがいいかなと思って検討したんですが、なかなかいい球に出会えず、そうしてるうちにネットで、この車両を見つけました。他にもハイルーフの車結構あると思うんですけど、このワーゲンバスタイプ2にした理由は何でしょうか？もともとフォルクスワーゲンの空冷のワーゲンが好きでして、以前乗っていたこともあり、どうにかまた自分もちょっとプライベートの時に乗りたいなっていうのがあって、で両立できる車ないかなと思ってたところ、このハイルーフバスに出会いまして、これしかないと思って購入してしまいました。いつどこで購入しましたでしょうか？4年前に福島の中古車自動車販売店、こちらで購入させてもらいました。どういうところが好きでしょうか？はい、この車は空冷のワーゲンということもありまして、電子制御されていない部分が多いんですね。ですので、故障してもパーツが豊富にあることと、あと乗ってて楽しいところですね。じゃあ30年ぶりの空冷ですよね。はい。空冷の魅力って何でしょうか？もともと遅い車なんですけれども、オイル交換ですとか、そういったことだけでも全然走りが変わってきまして。そうなんですか。はい。乗ってて面白いんですよね。なんか先ほども来ていただいた時いい音してるな、やっぱりフラット4の音いいなと思いました。楽しいんですよ、本当。いいですね。はい。山崎さん、古い個体ですけど買う時不安とかなかったですか？見た目ちょっとやれてはいたんですね。で、足回りですか、フレーム、こちらが大丈夫かどうかっていうのを19歳の時に一緒に空冷のワーゲンを乗っていた仲間が今整備工場やってまして、そうなんですか。その友人にちょっと見てきてもらえないかってことでお願いして、で見てもらったところ、フレーム等のやれはないよということで、安心して乗れるなということで購入させてもらいました。なるほど。じゃあお墨付きということで、その方の、そうですね。
山崎さん、特徴を教えてください。はい、この車はハイルーフなので、中で立ちながらこう仕事ができるっていうところが特徴ですね、一つで。あと、この車は8人乗りなんですね、車検証上は。なんで、今、カット椅子ついてますけど、普段は家族で出かけるような時は、椅子、セカンドシート、サードシートつけて、8人で出かけることも可能っていうこと。なるほど、そういうふうにフォーメーションができるってことですね。誰のアイデアですか、この移動式は。これはもともと妻が始めようっていうことで話が上がったんで、もう多分人生でワーゲンに乗れるチャンスはもうこれしかないなと思って。なるほど。そこで結びつけちゃいました。なるほど、いいですね。奥様の、アイデアとワーゲンに乗りたいっていう夢を一つに叶えちゃいました。どれぐらいの頻度で出動するんですか、この移動式美容室って。これは週に2、3回ぐらいはこれでカットはしてますね。結構出動するんですね。でお店ももちろんお持ちで、で、そういうお客さんがいたら出動すると。そうですね。なるほど。お客さんの反応どうでしょうか。結構子供も喜んでくれますし、結構もうこじんまりとしてて落ち着くっていうお話もいただけたりしてます。なるほど、完全なプライベート空間で。そうですね。例えばパーマとかドライヤーとかいろいろ電源がね必要だと思うんですけど、それどうしてますか。移動した先で、お宅で電源を 100V で2系統ちょっとお借りして、回す場合と、あと電源がないよというところでやる場合には、ポータブルバッテリーがあるので、そちらで、電源供給は賄えてます。なるほどなるほど。あともう一つ、シャンプーでどうするんですか。水はどうするんですか。行った先でお湯がもらえるであれば、そのお湯でやりますし、こちらにお湯のタンクを積んで移動していくんですね。そのタンク、容量1人2人ぐらいまでしかできないんですけど、そのお湯で流せるようなシステムが組んである。すごいですね。今年の夏とか暑かったんですけど、その場合どうするんですか。これ家庭用エアコン積んであるので、暑い寒いっていうのは関係なく、カットができるような形になってます。じゃあもうどこでも暑かろうが寒かろうが水もあるし電気もあるし、完璧に移動して同じことができると。そうですね。もうキャンピングカーを、そのまま利用しているような形です。なるほど、すごい。初めて見ました。山崎さん、ちなみになんですが、おいくらぐらいするんですか、ワーゲンバスって。これ今価格は結構高騰はしてるんですけど、自分が購入した時には、190万で車体買いました。それってひょっとしてかなりお値打ちじゃないですか。かなりお得なお買い物ができたんじゃないかなと思ってます。ですよね。でちなみに改造費とかその辺ってどんな感じですか。特にカスタムっていうのはしてないんですけど、ノーマルをベースにしてるんですが、最初の車検を取るまでにだいたい50万程度で、乗り出すことができました。それはいろいろこう美容室に改造するためにということですよね。そうですね。内装なんかはもう自分でやってしまったので、ホームセンターで材料を買って、コツコツやってました。でさっきの聞いたエアコンつけたりとか、排水とか電気とかその辺もいろいろやって50万ぐらい。そうですね。じゃあかなり特に仕上がったと言いますか。そうですね。もうこのまんま購入したので、素晴らしいです。そしてここはちょっとみたいなところってありますか。雨どいとかがもうやれ始めてるので、そこら辺はどこかの時点でリフレッシュしたいなとは思ってますけど、このままの形でも、この車だから許されるみたいなところがあるので。確かに。これガレージ保管かなんかですか。これ今はガレージ保管ですね。ということでございます。楽しみなワーゲン2バスに乗ってみましょう。はい、乗り出しまして、音がいいですね。そうですね。結構やかましいかもしれないですね。当然ですけど、これもリアエンジン、リア駆動。そうです。もう基本的に古いフォルクスワーゲンと全部そうなってるんですかね。そうですね。リアエンジンですね。後ろの方からいいエンジン音が聞こえてまいりますが、そしてなんか音結構のぶとくないですか。そうなんですよね。これで、車検はこのまま通すんですけど、なんか書いてあるんですか。マフラーは
変えてあります。で、なるほど。ちょっと横出しのマフラーでちょっと太めのやつを入れてあるんですよね。はいはいはい、はい。そのおかげでこのちょっと威勢のいいそうですね。のぶといサウンドが、はい。椅子も全くホールドのない椅子がいいですね。そうですね。これちょっとペロンとしてて、はい。長時間とか楽しそうですけど、まあ、あんまり長時間乗らないですか？いや、イベント行く時なんかああ、はそっか。結構遠征しますね。まあ関東圏ですけど、はい。千葉行ったり東京行ったりうん。茨城行ったりぐらいはしますね。どうですか？長距離も楽しいんじゃないですか、このまあ面車だったら。白いですね。うん。比較的音もはい乾いた音なんで、はいはい甲高いとかじゃないんで、確かに。乗ってると結構気持ちいいですよね。そしてですね、このシフトノブなんですけど、はい。すごい長いですよね。そうなんです。これ延長してあって延長してある。はい。延長してあるんですよ。本当もっと低いんですか？もともと低くて、ここから延長して、まあ日本人でも乗りやすいように、もともとドイツ設計だからちょっとそうか。手も長い人用なんですよね。なるほどなるほど。はそう、これをね、奥様が運転されるっていうのもすごい驚きでございますが、はい。30年前に空冷乗ってらっしゃったと思うんですけど、はい。まあそれはビートルじゃないですか。はい。これ全然違う車だと思うんですけど、どうでした？初めて乗った時って。基本構造も一緒ですし、エンジンも同じものが乗ってるので、まあ違和感っていうのはなくて、懐かしかったんじゃないですか？そうですね。けど前回乗ってた車は結構チューニングしてしまって、はいはい。結構まあこれよりもまあ一般道を走るんだったら普通のスピードも出てよかったんですけどね、やっぱり乗り心地っていうのはこういうふわふわじゃなくてもっとガツガツしちゃってたので、これの方がちょっとゆったりまったり乗れるかなっていうのはありますね。ね、気持ちいいですよね。はい、今緩やかなまっすぐな道を走っておりますけど、はい、非常にふわふわしてて気持ちがいいです。これはちょっと長距離でも楽しそう。乗る頻度はどれぐらいでしょうか？妻の仕事が入っていない時を見計らるか、それかもうイベントにもう2ヶ月前ぐらいからこの日だけはっていうお願いをして開けてもらった時に、だから頻度としては週に1回乗れればっていうところですかね。まあ、2週間空く日もありますし、で奥様も実際乗ってらっしゃるし、そうですね、一緒についていったりすることもあるんですか？あります。一緒に行った先で、そのカットしてる最中に散策してみたり、走ってみたり、なるほど、やってますね。奥様カットしてる間は自由なんで遊んでると。遊んでます。ラーメン食べに行ったりしてます。ああ、なるほど。じゃあそうやって遊んでらっしゃるんですね。ちょうどいいですね。それはそれで。そうですね。整備にかかる費用とか月の維持費とかどれぐらいかかるんですか？特に整備っていうのはオイル交換ぐらいですね。ああ、じゃあ結構個体としてはもう仕上がってる。そうですね。まあ特に壊れることもなく走ってるので。維持費はガソリン代とかそんなもんですかね？保険とか。ガソリン代とオイル代と、保険代とそれだけですね。じゃあ移動美容室でありながらそんなに家賃といいますか、そうですね、家賃って言ったらおかしいけどそのランニングコストはそんなかかってないってことですね。そうですね、かからないでやれてますね。駐車場もご自宅だからお金かかってない。はい、なるほど。じゃあやっぱり古い車は1回整備しちゃうとそんなにお金かからないってことですかね？そうですね、特に空冷のワーゲンは壊れにくいですからね。そうですか。きちんと手入れだけしてればずっと乗れるかと思います。いやー、ちょっとね、空冷ワーゲン欲しくなっちゃいますよね。そうですね、高いですよね。でもね、今がねちょっと値段は上がってきちゃってますけど、自分がこう乗り始めたそう30年ぐらい前の頃は、このタイプでも、本当に50万とかそんなレベルで本当転がってましたよね。人気はなかったですもんね、このレイトバスっていうのは。やっぱワーゲンバスっていうと皆さん思い浮かべるのは、アーリーバスって言って、その違いをちょっと教えてください。はい、1967年までがアーリーバスなんですよね。で67からこのレイト、そうか、71年だからレイトで、まあ前期後期じゃないですけど、そんな意味合いですか？
でこのワーゲンバスって今 T6 とか7とか、はい、そのくらいまでは出てるんですよね。そうですよね。これでいうこのタイプは、このアーリーバスと言われるものが T1 って言われるんですね。でこれは T2 で T2 の A ってやつ、 T2 の前期後期がまた中期後期っていうのがあって、なるほど T2A ってやつなんですよ。で T2AB っていうのもあって、で T2B っていうのもあって、でまあ、見た感じはそんなに変わらないんですけど、はい、1973年ぐらいからこれの後期に変わるんですよね。なるほど。で進化して今は EV ですもんね。そうですよね。ついにここまで来たっていう感じですよね。T3、T4 なんとなく分かります。こう刻んできて四角くなって今は EV になって、はい、すごい進化を遂げております。このワーゲンバス、未だに愛されている証拠ですよね。そうですね、未だにその50年前の車ですけど、まあ、全然みんな現役で乗られてますもんね。まあ、乗れるんですよね。やっぱ可愛いですよね。なんといっても見た目のこの愛らしさが何とも言えない。そうですね、可愛らしいこのバス、まあ久し30年ぶりに空冷に乗ってどうですか？めちゃくちゃ面白いですね。やっぱり乗ってて、もう力抜きながらこう乗れるっていうところがね、やっぱりいいんですよね。なるほど、はい、力まず乗れて、そうですね。ね、そのマニュアルでやりながらもこうゆったりとした運転ができて羨ましいですけど、またちょっとね栃木県に住んでらっしゃるっていうのもこう乗りやすい一つかもしれないですね。そうですね、ツーリングスポット結構ありますからね。なるほど。それをゆっくり流しつつ。そうですね。お仲間も結構いらっしゃるんですか？仲間もやっぱり近場で乗ってる方、今 SNS が普及してて、こうやっぱり以前乗ってた30年前とは比較にならないぐらいこう、はい、みんなと乗れるんですよね。なるほどなるほど。はい、だからまあそういうつながりで、ひょっとしてあれですね、本当30年前にそういうのが普及してたら、ひょっとしたら手放してないかもしれないですね。なるほどなるほどなるほど。じゃあまあ、はい、SNS で空冷は空冷を呼ぶじゃないですが、そうですね。どんどん仲間が増えて、はい、もう知らなかったもう本当にもう5分ぐらいの自宅から5分圏内ぐらいでもやっぱ乗ってらっしゃる方とも知り合いになれたり、はい、まあそれは SNS ありきってことですよね。そうですね。やっぱり誰かがこう声かけてくれてこうつながっていくとやっぱり交流できて、実は近所だったみたいな。そうなんですよ。それ嬉しいですね。だからね。でまあご近所クラブっていう名目でやってますけど、はい、本当に近所の集まりだったりするんですよね。はい、皆さん空冷乗ってらっしゃって。空冷乗って面白いですね。今後どうしていきたいですか、この空冷バス？これは、まあ、このまんま現状維持をしたまんまずっと乗り続けたいなっていう気持ちはありますね。そうですよね。これワンアンドオンリー、世界に一つだけの個体ですもんね。そうですね。結構僕もこれに乗せていただくに関してちょっと調べたんですけど、結構共用パーツ多いじゃないですか。はい、であっちのパーツこっちのパーツ年代がぐちゃぐちゃになってたりとかするみたいな、そのあたりどんな感じですか、この個体に関しては？やっぱりほら空冷のビートルって世界中に売れた車っていうのがあって、はいまだにパーツは作ってるんですよね。丸々1台が出来上がるぐらいのパーツは供給されるので、すごい。パーツに困るってことはないですね。まあそのパーツが若干最近こう値段が上がってるなっていうのに感じたりはしますけど、なるほど。まあそこら辺この純正のこれにってこだわりなければ、はい、ある程度はもう手には入るので、それはとっても安心ですね。そこが一番やっぱ乗ってて、一番安心なところですかね。あとはこう整備してもらえるようなところ。だからこの水しょってないから空冷っていうだけあって、まあ整備はしやすいんですよね。で整備士さんもこれどこ行っても結構パッパッとやってくれますし、はい、後ろの戸棚の下にエンジンが入ってるってことですね。そうなんです。旧車でありながらもとっても整備をしやすい車ということでございますね。いいですね。他に気になってる車とかありますか？ですね、こう最終次の車にしたいなって思ってるのっていうのが、カルマンギアっていう車なんですけど、やっぱこれもワーゲンなんですけど、ですね。かっこいい。カ
カルマンギアを、その個体、はい、この車っていう個体が決まってるんですけど、あ、そうなんですか。それっていうのが、はい、今からちょうど2年ぐらい前に、はい、私がモトクロスその頃乗ってたんですね。モトクロスの 125cc の、はいはいはい。でそれで一人でソロツーリングに行って、うん。帰り際日光ってご存知です？あ、わかりますよ。栃木の日光、はい、あそこで、自宅に向かって私走ってたんですけど、はい、夕方。うん。そしたら1台の黒いカルマンギアがおう、エンジンフード開けてセブンイレブンで止まってたんですよ。エンジンフード後ろですね。そうですね、はい、だからもうこれちょっとトラブってんだなと思って、なるほど、はいはい。ちょっと声をかけに行ったんですね。はいはいはい、大丈夫って言って、そしたらはい大丈夫だよって言って、はい、ちょっとその時後ろ姿だったんで、はいはい、ちょっと白髪っぽいんかなと思って大丈夫だよって言ってこっち見たらもう、ヨボヨボのおじいちゃんだったんですよ。びっくりして。何歳ぐらいの方？もう80、その時出会ったから83歳のおじいちゃんだったんですよ。すごい。カルマンギア乗ってるおじいちゃん。カルマンギアの、それも車高がまたペタペタで、フロントナロードしてある車体で、エンジンも外から見た感じでもうチューニングしてあるなっていうのがもう分かるぐらいのバチバチのコンバーチブルだったんですよ。うわー、かっこいい。でオープンにその時はしてて、でおじいちゃんが、僕近くなんだけどって話して、ちょっと壊れちゃったんだなんて、エンジンかかんなくなっちゃったんだって、今レッカー待ってんだなんて話して、そうですか。で私もじゃあ一緒に待ちましょうよなんてコーヒー飲みながら待ってて、でレッカー来て搬送されて、で一回自宅に行くから君うちおいでよって言って自宅に誘ってくれたんですね。ただそこがもう博物館みたいな。何の博物館ですか？もうこれはバイクと車の博物館で旧車。どんな車とかどんなバイクあったんですか？バイクはもう基本イギリス車がメインだったんですかね。なんかトライアンフ関係、アメリカもありましたけど、これ全部展示しながら、もう就活に入ってるから全部売り物だなんて言いながら、あ、そうですかなんて言って。車はどんな車あったんですか？車もそのコンバーチブル以外に、クラシックカー、本当のルパンが乗るようなクラシックカーですね。ああいうのですとか、今はもうワーゲンを集めてるっていう話されて、タイプ1のビートルが2台、カルマンギアが2台、タイプ2が1台、その時にはそこに置いてあってガレージに入ってて、クレ5台ですね。そうですね。もううわー、それ以外にもイギリス車の車なんかもあるんですよ。MG が置いてあったり、もともと都内の方からなんか60歳まで都内でクリーニング業を営んでたなんて言ってましたね。そのくらいの人だから過去にもフェラーリだのポルシェだの乗ったって言ってましたけど、最終このやっぱワーゲンだよねなんて言って、ワーゲンに行き着いたって言ってました。でもこれからはワーゲンだっつっていろいろ乗り継いだ最後はクーレワーゲンに乗りたいと。そうで集めて、でももう就活に入ってるっていうから全部売るっていう話で、それを乗させてもらったんですよ。一度運転させて、行けばどの車もどのバイクもナンバーついてるんで、乗させてくれるんですよ。で乗ってなんて言ってエンジン調子見てなんて言って乗るんですけど、すっごい良くてですね。私以前チューニングのワーゲン乗ってましたけど、それよりいいですね。でエンジンの正体は何リッターのエンジン積んでんのなんて言っても、おじいちゃんもちょっと今はもう忘れたなんて言って、忘れたいいですね。でもものすごいチューニングされてて、あの車はちょっと人生最後に乗れたらいいなと思ってるんですよ。引き継げたらいいですね。いいです。あれは乗りたいなっていうのがありますね。ということです。おじいちゃん、これ見せていただいてそのメッセージを伝えていただければと思います。はい、帰ってまいりました。とってもおおらかで、そしてやっぱ音がいいですね。フラット4気持ちいいですよね。めちゃくちゃいい。なんかね、のぶとくて本当に振動も良かったし、気持ちのいいやっぱりタイプ2バスはね、最高でございました。そしてここで髪が切れるっていうのもまたこれが素晴らしい。これで縫い付けられたお客さんもとても喜ぶっていうのよく分かりました。ありがとうございました。ということで山崎さん、フォルクスワーゲンタイプ2 100点満点中何点でしょうか？
100点満点です。そう、100点満点。その理由は？仕事もできるし、僕の遊びもカバーしてくれるところです。そうですよね。もうすべて夫婦円満全部できちゃうという素晴らしい一台でございます。最後にこの車乗り続けますか？乗り続けます。はい、ということでございまして、今日は栃木県から山崎さんとフォルクスワーゲンタイプ2、通称ワーゲンバスですね、お届けしました。またね。ボーイズ&ウィルス TV でした。ボーイズ&ウィルス TV ビューティーですね、今日は。バイバイ。